都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。マスター、この時期は出会いや別れの季節って言いますけど、今年は何か新たな出会いってありましたか？これまで例年ってツアー系の大会が3月から始まるんですけど、今年はずれ込んでようやくこう2月あたりで終わって、まだその始まりが見えてないんで、今区切りに覚えてないんですよね、まだ。まだふわっとしてる感じなんだ。そうですね。いつかちゃんどう？この状況なので家でいることが多いから、新たな出会いはちょっと少ないかなと思うんですけど、配信がちょっと濃厚になって、いろんな方と知り合えたかなとは思ってますね。配信のコメントとかでさ、こういつも来てくれる人が名前ね書いてくれるから覚えたりするじゃん。で、僕の配信のコメントにドナルド・トランプって人がいたんだけどその人が突然いなくなって出会いと別れ感じたね。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。カプコン公認ストリーマーの奥村真美さんと番組慣れたの聞いたりちょっとよろしくお願いします。1人目のお客様は初めてのご来店となる奥村真美さん。カプコン公認ストリーマーとして得意の英語を生かし、海外大会も配信。また選手として大会にも参加する女性ゲーマーです。そしてもう一人は私、桐谷蝶々。初めて格ゲー喫茶ハメジュンにお邪魔して格ゲー女子会に参加してきました。奥村さんはカプコン公認ストリーマーとして、カプコンプロツアーの日本向けライブ配信を行ってますよね。はい、そうですね。やっぱ英語が得意なので、英語を活かしながらやってるんですけど、国内外いろんな選手の方の知識が増えるので、海外の方からフォローいただいたりだとか、最近だとそのカプコンプロツアーの現地配信の実況解説の方とつながれて、ちょくちょく配信でコメントくれたりとか、結構なんか出会いは広がりました。なんで英語が得意なの？英語は幼稚園の頃からずっともうやっていて、高校からもう英語の学校というか専門の勉強で専門的に勉強してるんだ。はい、してるので。すげえ。もともとゲーム自体はやられてらっしゃったんですか？本当に緩やかなゲームを友達とワイワイするぐらいで、リーグをきっかけにプレイステーション買ったぐらいな感じですね。じゃあそんなゲームをすごい昔からガツガツやってるんですってわけじゃなくて、でもストリートファイターをきっかけにどんどん好きになってっていう、詳しくなってってっていう。へえ。積極的にね配信もされてるみたいですけど、どういったことをされてるんですか？自宅からの個人配信もそうですし、定期配信もそうなんですけど、スト5はまあ絶対にやるようにしていて、格ゲー以外も結構やるようになってるんですけど、ありがたいことにたくさんスト5のプロの方と交流がありまして、ガチくん選手とか、モッケ選手とか、ストーム久保さんとアマンガスやってます。アマンガスやってます。その人たち全員ポンコツでしょ。そうですね。ここからは、もう一人のゲスト、番組ナレーター桐谷蝶々さんにもお話を伺っていきたいと思います。去年の5月に皆さんとちょっとリモートで、お話しさせていただいて、それぶりになります。そうですよね。こうやってやっとお店に本当に直接お会いできると思ってなかったから。ですよね。そうですね。初回からナレーションをですね担当していただいてるんですけれども、この番組はちょっとぶっちゃけどうですか？いろいろやってる中でね。いやでも本当私格ゲーを格ゲー喫茶ハメジュンが始まるまでやったことがなくて、これをきっかけにこうゲームセンターとかに行ってちょっと触ってみたりっていうのを始めて、ストリートファイター、鉄拳、サムライスピリッツとか一通りちょっとやってこんな面白いのあったんだなと思って、本当にあまりゲームセンターに行くような子供じゃなかったのですごい新鮮でした。じゃあこれまでその出演されたゲストの方で一度会ってみたい方とかって？エヴァにちょっと見学に行った時、遠目で見たんですけど、時戸選手いらっしゃって、ハメジュンのままだなと、そのまんまでいたので、と思って、先日リモートの回で、後ろにめっちゃトレーニング器具が映り込んでたじゃないですか。頭もいいし、体も鍛えて、腕もいいし、もう全部できる人なんだなと思って、ちょっとお会いしてみたいなっていうのはあります。やっぱり声優さんとかってゲーム好きな方多いと思うんですけど、普段一緒にやられる方とかいらっしゃるんですか？そうですね、何人か友達で遊んでます。そういう時ってやっぱり耳が幸せって思います？そうですね、確かに言われてみれば、我らの耳今幸せなんですよ。蝶々がいらっしゃることによって。そうそう。ここからはストリートファイターのお話も伺っていきたいと思います。はい。ス
トリートファイターリーグにもね、はい過去出場されておりました。はい、メモロラーチームとして所属していたんですけど、楽しんでるのに勝てなかったりだとか、自分がもう突っ込んだ道だから何を言われようともう進めて、そのいつかちゃんみたいな後から女性が入ってきやすい道をもう自分が作ってやろうっていう意識で今まで続けて、 CPT の公式のゲストで呼んでいただいたり、この前までリポーターリーグで、やってましたねさせていただいたり、ハメ順に呼んでいただいたりつながってますね。英語がお得意じゃないですか。で、格ゲーに使えるスラングないですか？なんか奥村さん最近覚えたの。あんまりそのコメントに専門用語が載ってないのあ、そうなんだ。で、逆に覚えたいんですよ。それで返したいんですよ。自分今これ出したんだけど、攪拌ってどうやればいいと思うみたいなのを逆に勉強したくて、そういう英語専門の攪拌は英語でパニッシュ。パニッシュだね。パニッシュ。なんかそういうのとかも。ちなみに英語で置き攻めのことなんて言うか知ってます？アップダウン。いや、分かる分かる。起き上がるとか言いたくなるよね。違うんですよ。英語で置き攻めのことは置き攻めって言います。変わらないんですよ。変わらないんですよ。いつかちゃん、SPD ってなんだと思う？ SPD スピード？スピードです。もういや、もう誰がどう考えてもそうだよ。 SPD なんだろう。いや、でもね、いつかちゃんに関しては SPD は知っておかなきゃダメ。素晴らしい。正解。そうなんですよ。そう今ちょっとドキドキしました。よかった。そうそう。桐谷さんもプレイされたことあるんですよね。はい、あります。いつかちゃんがやってるのを見てザンギエフもちょっとやったんですけど、実際やるとすごく難しくて、なかなかこれができなく、スクリューめっちゃ難しい。ずっとスカって感じでなんだってもう一回何なかなか何これこれスクリューワイルドダイバー入んないんですよね。ハグ会かと思ったの違う。その時もずっとザンギエフ。ザンギエフやってその後チュンリーとかもやって、ですね今、ラシードになんでチューリーで止まんなかった。なんで？友達が格ゲーがすごい上手な子がいて、教えてもらう中でこれがいいんじゃないかってことでおすすめされました。このキャラが使いたい、こういうのがやりたいっていうのをいろいろやった挙句、可愛い系のキャラクターじゃなくて、なぜのラシードだったんですか？でもやっぱかっこいいですよね。かっこいいの基準分からずあれがかっこいい。分からず頭の中に並べたんですけど、だっていつかちゃんザンギエフでしょ、ちょうちょさんがラシードでしょ、奥村さんも僕の知ってる最後の奥村さんはブランカ使ってたもんね、大会で。でその後でもコーリンとか使ってたり、でブランカに戻ってブランカます。に戻ってるんだ。なぜなんだ、野生味あふれる男が好きなのか。なんかもう動かせるんだったらムキムキを動かした方が感はありますよね。なんか可愛い子をひょこひょこって動かすよりは、ごっつい人をもうブホンって使った方がいいですよね。ちょっと自分のキャラクターの推しポイントちょうだい。ブランカは私やっぱトリガーコンボがすごい好きなんですけど、こうちょっと低めなんですよ。やっぱためだし、こうしゃがみ中心になってるんですけど、ここぞという時に決めてく潔さ、そういう男性が好きです。まるであれだね、ご両親に彼を紹介する感じだと思うんですけど。初心者でも技が出せたので、初心者向きじゃないのかなと思ってたんですけど、さっき話を聞いたらラシード難しくないですかって聞かれて、あれもしや友達に私は騙されてたなるほどね。いつかちゃん、改めてザンギエフの魅力ちょうだい。もうたくさんありますけど、それがおかしい。本当に見た目フォルムの動き、やっぱアーマーしながら歩く時もなんか可愛い。わかりますか？わかりますよね。これ可愛い。これのことでしょ、要は。そう真っ赤っかになってって近づいていってっていうのも可愛いですし、もう決めた時にこのポーズも素敵っていう気持ちになります。俺は分かんないけど、全国の格ゲーおじたちはにっこりです。もうそんなお二人とちょっと話していたら、私ちょっとね対戦したくなっちゃったんですよ。なんで？なんで？穏やかな雰囲気だったじゃない。だって同じ女性で同ランク帯っていうのがちょっとなかなかないし、もうぜひ対戦お願いしたいなって思うんですけど。私ですか？ザンギですよね。ザンギです。頑張ります。ザンギエフを苦手とする奥村さんとイツ Z が2試合選手で対戦。まずはワイルド
ハントに対して甘からいきなりがありません。上から飛び込んでいくが対空が出るこのいつか。そうなんです。いつかさらに上から重ねるがローリングでの暴れをうまく通した。おっとダッシュはカウンターからコンボをつないでいるいつか。ローラー体力が出てきたぞ。上から空中ヒット、これは美味しい。画面もで目に転ずる奥村 EX 画面足奥村だが EX クリアまで。これ2人の顔にもご注目ですよ。シャンプ強パンチ。さあクラッシュカウンター、お互いに V トリガーあるぞ。ここで発動するのは奥村使っていけるか。あまあいやここは相打ちになっている。体力が奥村はもう残りわずかです。どうする。いやうまいぞ。当ててゲージもあるので、いや傘当たりになってしまった。どうなる。前に出て電撃どっち。うわ上からいきなり接戦。いい戦いだ。最後まで気抜けないですからね。ですね。これかなりいい試合ですよ。まずはジャックローリング、これね実は組み合わせ的にザンゲーグはこのジャックのローリングアタックが結構嫌な技になっていて、ガードしても反撃しづらいんですよね。上からしかし対空はやはりいつか出ます。ザンゲーフとブランカだったらどっちの方が好みのタイプですか。でも着ぐるみの時にブランカが好きです。やっぱ着ぐるみブランカ人気。着ぐるみは可愛いんだよな。ブランカちゃんですね。確かに可愛いよな。ここは体力差ちょっとついている。ワイルドハント、これは投げ技になっています。再三狙ってきましたからね。体力差ほとんどありません。いつかのゲージが満タン。今日のローリング相打ち殺強パンチうまい。発動したのは奥村。そして追加のおお吸い込んで、ここは今日のスキルダブルアップの形になった。お互いゲージが満タン。どうする。一から詰まるぞ。しかしここはうまくいや詰まっていない。引っ張ってさあいつかどうする。引っ張る。どっちもゲージあるぞ。どうこのゲージを使っていくか。なんか知んないけど笑っちゃうぞ俺。ニアでした。ここはガード殺強パンチ上からジャンプ位置が入れ替わる。時間も減ってきた。かなりじっくりした展開になっています。電撃だから登るぞ。ジャンプもう一度一試合を取ったのは奥村真美。日本選手ですからね。いつかここからどう修正していくか。アイアンマッスルが結構スパイスになってるんですけどね。スライディングガード空中戦蹴り勝ったのは奥村。そしてターゲットコンボからアウトバースにつなぐというコンボ見せていきました。前に出て投げるのは奥村。動きが良くなってる。対空は出る。いつか見事です。ここから近いローリングがやはりかなり多くなっている相打ち。いつかの V トリガーが溜まったがスライディング前に出る。ここは上空中からしっかりコンボ完走奥村。これでリーチ。やっぱローリング、そして空中戦タッチキックからターゲットコンボしっかり完走。コンボがねできてますね。そうなんです。対空はしかし出るダブルラリアット、ここら辺は見事です。EX ジャンプで逃げる。開拓できているか。ローリングガードタッチ強キック反撃。ローリングに対してどう対処するかですね。おわ裏にも判定がある。これがダブルラリアット非常に頼りになる対空技。バックステップローリングに対する対処も徐々にできてきたか。あとはこのスライディングをどう対処するかですね。相打ち対空が出ている奥が素晴らしい。しかしこちらもやはりいつか対空の鬼です怒っている。しかしスライディングから V トリガー発動。ここからはローリングからの派生があるぞ。非常に強力。あとは小づくだけしゃがみジャックパンチ。互いにかなりあるぞ。うまく使っていきたいところ。上から対空やはり出る。バックステップローリングに対する突進は対処ができてきているか。そしてしかしこのスライディングはかなりいいところで出てますよね。足元崩す下段、そして飛び込んでの投げ技ワイルドハント。これはガードができない。もう一度対空間に合わず欲張り奥村。上からおジャンプ空中戦ヘッドで有利を作る。タッチパンチは投げている。トリガーたまらずか。上から対空出るぞ。ここで V トリガーをたまったのはどうだろう。決まった。すげえ。もう一度ヨシャスム2。まだしかし体力が残るぞ。 V トリガーを活用していきたい。ヘッドに無敵技出していく。そして V トリガーを発動するがどうなる。ゲージはないぞ。やばい。すげえ。なんだこれ。本当に良かった。めちゃくちゃいい戦い。しました。こんな
こんななんというかそのプレーの試合があったかっていう。合間のガールズトークからの殺し合いっていうすごい戦いですね。さあこれが決定戦3試合目、お互いに試合ずつ取って、ここまでちょっといつからもね対応が良くなってきてる感じはありますが、奥村としてはどうこのいつからの残機を崩していくか。ワイルドハントやスライディングがかなりうまく決まってますよね。やっぱ意識を散らしてますよね。もういろんなのををそうですね使うことで対空、おーっと出ない。かしこパンチ、もう一度ジャンプで位置が入れ替わる。スライディング、これガードして立ち弱者300パンチ。スライディングに対する反撃がねできるようになってくる。おお対空、奥村もよく見ている。ジャンプでの接近は許さない。ここに V トリガーからジャンプで逃げている。トリガーを走ってダメ出し脱出する。しゃがみ強キック、反撃になっています。ジャンプ、今後には届かず逃げるバックスローリング、これはいいところで使った。画面端苦しいですからね。でもしゃがみ強キック、ローリングがガード、上から対空しっかり。そろそろ奥村の V ゲージが溜まった。いや無敵だぞ。浮いた。これは掴むことができない。先にリーチは奥村ブランカー。お互いゲージは結構使っています。ガード、ローリング、ローリング、しかしここは立ち強キック反撃、ローリング、サプライズフォワードからの投げというブランカらしい動き、そして対空しゃがみパンチ。いやかなり奥村の守りが硬いぞ。ローリングを使ってくるようになりましたね。上からここはいつかもかなり揺さぶられていますね。自慢の対価出ない。おおそしてワイパンと投げ掴んでいる。さあいつか後がありません。どうする。ここも本日2度目です。チャンス6つ。ガードの上から掴んだ。森って減る。しかしダブラリー吸い込んでいる。だが残るぞ。これはどうする。ヘッドから浮いてるが発動したのは奥村。しかしネットバット祭りだ祭りだい。大逆転。どうなる。2ラウンドフルセット。このラウンドに取ったら勝利になります。これ業界用語でフルフルって言います。フルラウンドフルセット。サプライズは上から対空がしっかり出る。上からおっとスライディング対空。こちらは当たっている。そして投げにつないだ。ジャンプ、ヘッドバットで叩き落としたぞ。いやここも無敵技、置き攻めを回避。ジャンプで逃げてヘッドバットスラッシュ、画面ローリングアタック。上からうわーヒットしている。つながっていない。おアーマーでうまく受け止めた。置き攻めどうする。やはり無敵技。はいはいはい。上からつながっていないから下が見事倒し切りました。エキシビションマッチ勝者奥村真美。おめでとうございます。自分がちょっと苦手なキャラとしてるザンギにこうやって、すごいいい本当に戦いだったと思うんですけど、戦いがいがありましたし、練習して100戦戦ってよかったなって思います。いやもう本当激クソ悔しいですし、ちょっと言葉がおかしいな。私もちょっともうブランカ100戦やってもう一回ちょっと対戦お願いして、次はリベンジでもうバチボコにしたいと思います。言葉がどんどん悪くなっておかしくなってるの。さあここからは、格ゲーレッスンの時間なんですけれども、今回は、特別編として番組ナレーターであり格ゲー初心者の桐谷長々さんにみんなでレッスンしていきたいと思います。お願いします。まずは CPU ザンギエフ戦で私の実力を見ていただきました。走ってキック。やっぱそうなんだよな。いい合ってますよ。単発ながらも必殺技を出しザンギエフに確実にダメージを与えていきます。ザンギらしいところも見せてもらいつつ、コマンドができてますね。必殺技出せる。第2ラウンド、技の当たり外れはありながら少しずつダメージを与えます。まずそう強い必殺技を出すことができるっていうのは、初心者が勝つために一番重要なことですからね。そうすごい。最初のいつかちゃんよりうまいです。本当ですか。はい。ボタン間違ってる。
間合いの取り方などに手こずりながらも確実にダメージを与えてザンギエフとの CPU 戦が終了。皆さんの感想は？やってますね。いえいえだって練習しないと出ないもん、コマンドって。本当ですか？あ、よかった。まずは奥村真美先生からアドバイスをいただきました。私もなんですけど、怖くてすっごい下がっちゃうんですよ。自分から画面端に行っちゃうこととかすごいあるんで、ガンガン前に進んでっても大丈夫だと思います。そうですね、さっきね画面端行ってもこうやって抜けてってますね。続いてはハメジュンファミリー3人からアドバイス。トレーニングモードでプレイしながら連続攻撃を習得していきます。蝶々さんはそういうコンボっていうのは多分やってなかったと思うので、ジャンプ攻撃から地上の技を一回つないでみましょう。勇気持って相手に飛び込んでみましょう。相手側の方向とそうですね。そうすることで近づきながらジャンプできますので、それをこの辺りからでジャンプした後に着地する寸前にボタンを押すんですね。そうするとそのタイミングで技を出せるので、この辺もうちょっと遅らせて出しましょう。相手のザンギエフの何ですか、頭のモヒカンのあたりを殴るイメージで。そうですね。惜しい惜しい。もう少し遅くジャンプ攻撃。じゃあいつかちゃん、ボタンを押すタイミングで「そこ!」とか「はい!」とか言ってあげて。はいはい、遅い。遅い。せーの、はい。そう、あ、いい。2ヒット2ヒット、今見ました。2ヒットって出たじゃないですか。はい、あれは連続コンボです。これを基本に覚えてっていろんなことを覚えていけるはずです。いつかいつ Z と渡り合えるように練習を重ねて上達したいと思います。本日も閉店のお時間となりました。はい。もう本当に楽しくって、もう女子会っていうのがまず珍しいし、その同じストリートファイターやられてる奥村さんとも一緒にその対戦できたり楽しかったですし、もうナレーションの蝶々さんが来てくれるってもう神回って思いました。本当に楽しかったです。僕らこの番組で女性のプロゲーマーの方来てもらったんですけど、で女子ゲーマーって当たり前ですけどたくさんいるわけですよね。そういう方々のお話聞けたのすごい良かったし、いつかちゃんちょっとリベンジ必ずしなきゃ。絶対します。初めのそのリーグが女性1人っていう状況からスタートしていて、しばらくこう女性とこうストリートファイターの話だとか、こうやってプレーも本当に今日が初めてぐらいな感じだったので、すっごい貴重な経験になりましたし、またぜひ一緒にお話ししたり対戦したいなって思いました。喫茶店に一度入店したかったのでこのような場をね設けてくださって本当に嬉しかったです。実際にやってみたら本当に楽しくて、またやっぱりちょっとコツコツやりたいなと思いました。いつか先生もありがとうございます。あ、もう今のちょっとボイスレコーダーでちょっと欲しかったです。ダメです。ということでですね、今夜の格ゲー喫茶ハメジュンは奥村真由さんと桐谷蝶々さんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は鉄拳7特集。現選手とランチュ選手がご来店。お楽しみに。